マワじゃない。こんにちは、エブリです。よろしくお願いします。今回の動画ではですね、最強のハンガーについて紹介していきたいと思います。もうタイトルでも言ってるんですけれども、マワハンガーじゃないんですよね。はい。最高のハンガーで検索してもらったら、皆さんマワハンガー紹介されてるかと思います。マワ、どんくらいにもかとね、はい、言うてますけども、ただ言いたいことはわかるんですよ。自分もマワハンガーをメインで使ってた時期がありましたし、今もこんなこと言いながら寝室のクローゼット含めていろんなところでマワハンガー使っております。それはなぜかっていうと、シンプルにスリムでかさばらないので、やっぱり収納力という意味ではマワハンガーが一番だからなんですよね。はい。なので、とにかく服が多すぎて、クローゼットに服を収めきるのが至上命題だという方にとっては、以前マワハンガーが回答になってくるかと思います。ただですね、それってあくまで人間サイドの意見なんですよね。服の気持ちになって考えてもらっていいですかっていう話なんですよね。確かにマワハンガーを使えばコンパクトにたくさん収納することはできます。やけど、服の気持ちになって考えてみてください。満員電車ですよね。満員。まるで朝の小田急線ですよね。かわいそうじゃないですか。誰だって広い家と狭い家だったら広い家に住みたいと思うんですよ。じゃあ、洋服にとっての家ってどこですか？クローゼットですか？違う、そう。ハンガーなんですよね。なので、服の気持ちになって考えても快適なハンガーでありながら、服の所有者である我々にとってもベストなハンガーというものをこれから紹介していきたいと思います。はい、それではですね、まずいろいろなところで最強の呼び声が高いこちらのマワハンガーについて簡単に紹介させていただきますと、これはこれでですね、めちゃくちゃいいハンガーなんですよね、やっぱり。で、このスリムな設計が何よりの強みでして、さらに特殊なですね、PVC 樹脂でノンスリップコーティングが施されているので、衣類が滑り落ちないっていう風な魅力がございます。でですね、グリップ力があって滑りにくいから型崩れも防げるっていうのが売り文句だったりするんですけれども、ここで大事な視点っていうのが一つあって、型崩れを防げるっていうのとですね、かっこよく服をかけられるっていうのは全く別の話なんですよね。一回仮にですね、自分が服屋さんを営んでいることを想像していただきまして、めちゃくちゃかっこいい商品が手元にありますと。で、その物撮りでお客さんの心をつかもうと思った時に、マワハンガーにかけて物撮りされますかっていう風な話なんですよね。はい。別に悪くはないと思うんですけれども、どうしても絵力に限界が出てくると思うんですよね。なので、その物撮りをグラビア対応の爆裂ビジュアルに変えるのにはどうすればいいのか。マワですか？違う！ここで登場するのが、タヤハンガーの登場なんですよね。これ僕のハンガーラックで、ところどころ MASU とか宮城秀隆とかブランドオリジナルのハンガーが付属あるところはそのままなんですけれども、今他はですね、全部タヤで揃えております。で、単体の物撮りをするとこんな感じですね。かっこいいですよね。簡単に紹介すると、マワと名前が似てるんですけれども、ハンガーのタヤは日本のメーカーでして、1957年からハンガーの販売をされている、もう70年近い歴史を持つ老舗メーカーになります。で、木製のハンガーも作られているんですが、自分がおすすめなのは金属製の方でして、金属製ならではの強度と機能性、デザイン性を兼ね備えた最高のハンガーになっていますと。多分服好きの方であれば、イケてるどこかの店舗さんとかで一度ぐらい遭遇してるんじゃないかと思うんですけれども、自分は古着屋さんとかでもこのハンガーを使われていたらだいぶ安心するというか、気の使いどころが好みなので信用できるなと思ってしまいますね。で、タイハンガーにはいろいろな型があって、ほぼ全てにおいて回答と言ってしまってもいいんじゃないかなって思うんですけれども、とりわけ秀逸なのがこのトップスをかけるシャツハンガーと、さらにですね、こちらを少し湾曲させて立体感を出したジャケットハンガーですね。はい。シャツであったりとか、ニットであったりとか、パーカーであったりとか、めちゃくちゃかっこよくかけることができます。はい。で、ニットとかパーカーとかですね、生地の重量感とかによって、畳んで収納した方がいい場合もあると思うんですけれども、やっぱりですね、着用して帰ってきて、しばらくは一旦ハンガーにかかるんじゃないかなと思っていて、その時にこれだけ綺麗に服の形が出てくれるハンガーっていうのはやっぱ他にないっすね。はい。で、タイヤハンガーではないんですけれども、実はこれも最強枠だと思っているのが、こちらの中田ハンガーです。はい。これは木が使われているんですけれども、とにかくいい。シンプルにこのハンガーそのものがアイテムとしてめちゃくちゃ美しいんですよね。
はい。で、服好きが高じていろんなハンガーを試したんですけれども、ものとしてやっぱ本当に素晴らしいのを書こうかなっていうふうに思っております。で、具体的にどこまで効果があるかっていうのはちょっとわかんないんですけれども、木製の方が湿気も防いでくれるっていうので、そういう意味でもこれまた最強のハンガーの一つだと思うんですが、なんせですね、値段が高いんですよね。はい。タイヤハンガーのですね、このシャツハンガーであったり、ジャケットハンガーっていうのが、だいたい1本600円とか700円前後で、これにですね、肩パッドがついた、モデルもあるんですけれども、これもですね、これで言うても1500円とか、そこまではしてこないっていう風なところの中で、この中田ハンガーっていうのが一体いくらしてくるかっていうと、これはですね、1本2750円してくるんですよね。はい。なかなかの嗜好品ですよね。自分も3本ほど持っていてですね、タイヤハンガーを知る前にこの中田ハンガーを買っていたんですけれども、やっぱりアウターとかもめちゃくちゃ数があったりするので、その分だけこれは買うことができないなと諦めたアイテムになっております。とはいえですね、一長蘭のディスプレイ用に1本とかであれば、めちゃくちゃいい選択肢になるんじゃないかなと思いますので、ご参考までに。で、もう一回タイヤハンガーに戻って補足すると、このジャケットハンガーにはですね、この肩パッドがついたモデルもあって、これはですね、ちょっとやっぱその1000円とか1500円ぐらいとか、ちょっと値段が上がってくるんですけれども、肩周りの支えっていうのがかなりしっかりしているので、秋冬のですね、重さのあるアウターとかはこれにかけるのがいいかなっていうふうに思っております。ライトアウター類はですね、基本こちらのパッドなしの方で問題ないかなって思うんですけれども、ここだけは若干どちらを取るか選択かなっていうふうな感じで思っております。で、同じくタイヤハンガーから、これは若干ディスプレイ力という文脈からはずれるんですけれども、地味に一番難しいかもしれない T シャツ用のものを紹介させていただきます。これはですね、公式からもはっきり明言されているんですけれども、ディスプレイ用ではなく完全なる家庭用のハンガーになっております。ディスプレイで映えさせようと思ったら T シャツであってもさっきのですね、シャツハンガーとかにかければかっこいいんですけれども、T シャツってどうしてもハンガーの着脱時に首元の襟が伸びてしまう、もしくは伸ばさないように非常に苦労するアイテムだと思うんですよね。それに対して完璧にアンサーを返したのがこのハンガーかなというふうに思っておりまして、この形状のおかげでですね、ストレスなく襟を伸ばさずに T シャツやカットソーをかけることができるんですよね。はい。すべての T シャツの襟がですね、ヒューマンメイドぐらい強かったら全然心配ないんですけれども、繊細なものも多いですからね、これは非常によくできた仕様になっているんじゃないかなと思っております。で、横幅が何種類かあって、こっちが450で、こっちが410ですね。一応塩梅を知るために自分は2種類とも持ってるんですけれども、身長180センチで肩幅だけあるエヴァ初号機体型の自分ですと、450の方が肩は非常に合ってて調子いいかなっていう風なイメージでございます。はい、これでトップスをかける最強のハンガーは紹介しましたので、続いてボトムスになるんですけれども、これも結局ですね、タイヤハンガーでいいんじゃないかなっていうふうに思っております。ボトムスについてはですね、これもまた完全にトップスと回答が変わるものだと思っておりまして、いろんな店舗さんのディスプレイとか見回ってたんですけれども、レショップさんでですね、ガツンと面で裾全体を挟むスタイルのハンガーが使われていて、それが一番パンツにベストなのかなって一瞬思って、で、そしたらビズビームでもですね、同じようにこの面で留めるスタイルのヴィンテージハンガーにかかってたんですよね。はい。で、それでこれはかっこいいぞって思って、海外通販とかでヴィンテージハンガーを手に入れて真似したんですけれども、これは逆にですね、めちゃくちゃかさばりすぎますね。はい。値段も高いし。ただ、多分服へのダメージというところでは間違いなく一番ケアできる気がしていて、なので自分はセンタープレス入りで重量もある MSU のバギーとか、時々、タイミングによってはピンポイントでこれを使って吊るしたりしております。はい。続きまして、マワハンガーのパンツシングル。これはですね、服への負担の軽減であったりとか、単体のビジュアルっていうのは悪くないんですけれども、これにパンツをかけた時の見栄えっていうのがあんまり良くないんですよね。ギャラクシージーンズとかかけてもこの程度なので、やっぱり見栄えあんまり良くないですよ。でもう自分にとってデザイン性の高いパンツって、ちょっとした絵画とニュアンスが近くて、それを考えるとですね、やっぱりかかってる様子を見て、酒が飲めるぐらいにしたくて、飲まんけど。で、結果これもタイヤになるんですよね。はい。
で、ボトムスもニット類と同じで、畳んでおくのが一番服への負担的にはベストかと思うんですけれども、ハンガーを使いたいっていうんだったら、結局このスタイルのハンガーが一番いいかなっていうふうに思っていて、で、それで言うと、これについても中田ハンガーっていうのはかなりありなんですけれども、やっぱ1本1000円ぐらいしてくるんですよね。なので400円ちょっとで買えるタヤハンガーにこれも軍配が上がるかなという風な感じでございます。で、ちなみにこのボトムスのハンガーについてはマワのクリップ30というモデルも悪くないらしいんですけれども、やっぱデザインがタヤの方がかっこよくて、さらに値段もタヤの方が安いので、これも軍配が上がるかなっていう風な感じでございます。はい。ということで、トップスもボトムスもタヤハンガーが最強ですよというふうな話だったんですけれども、ここで1点補足になりまして、このタヤハンガー、服好きからしたら大したことない金額に思えるかもしれないんですけれども、やっぱり世間一般の価格からするとちょっと高いレンジかなっていうふうに思っておりまして、この価格帯の中ではタヤハンガーが一番おすすめですよというふうな話でございました。逆にこのレンジより下であれば求めるものは変わってくるんですけれども、無印であったりとか、ケウカであったりとか、その辺も全然選択肢に入ってくるかなと思っておりますので、予算に応じて調整していただければと思います。はい、そんな補足挟みまして、タヤハンガーの購入方法なんですけれども、おそらく一番安いのは公式オンラインショップですね。はい。ただ公式オンラインショップはですね、送料無料のハードルが高いので、アイテムによっては楽天で購入されるのが一番安いという感じになります。で、例えば T シャツのハンガーで20本セットとかで買うとしたら、楽天が最安でした。で、Amazon とか逆に結構高いですね。はい。なので、結構金額にブレがあるので、一番使っているからっていうことで、Amazon みたいに決めてしまわずに、一回公式と楽天でいくつか見てみるのがおすすめになっております。で、概要欄にリンクも貼っておりまして、楽天で購入いただけましたらですね、僕の副題に変わりますので、もし心優しい成人君子のような方がいらっしゃればですね、公式じゃなく楽天のリンク先からご購入いただければと思います。では、そんなところで最強のハンガーについて紹介してまいりました。今回はですね、ハンガーの動画でしたが、このチャンネルはですね、最高の服について少し普通のチャンネルとは違う変わったスタンスで紹介しておりますので、良かったという方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録や高評価、コメントなどもいただけますと嬉しいです。それではご視聴くださりありがとうございました。